こんちは。4G ピアス取得の旅パートに始めてまいります。今日も京都で県政と上段のピアスを目指し、G 級冬季大会をガシガシ進めますよ。2つ目のクエストはガララーシュの単体狩猟だ。ここで 4G の問題児が登場か。幸いなことに1体倒せば OK だから集中できるが、それを補ってあまりあるアレナモンスターだね。では、まずは装備を見ていきましょう。ラインナップはこちらです。ハンマー、双剣、笛、ジャーク、弓ですね。ザボアではなかった打撃系の武器が2つともあるね。これがまあ、かなり悪意ある構成なんだが。武器種によって武器スペックに差があるのも気になる。ジャークは初期のレギ武器とかなり低性能だよ。なんと、ハンマーとは武器倍率に80もの差があります。これ設定ミスなのでは。とりあえず、順番に攻略していきますね。まずはハンマーから参ります。よーし、じゃあガララーシュ始めるぜ。5連戦になるが気合い入れていこう。このクエ、所持アイテムは普通ですね。回復は潤沢なのでじっくりと戦えます。がしかし、肝心の武器相性については、ハンマーは比較的ですがかなり悪いですね。スキルについては、スタミナ関連でまあまあだね。高耳なしを強要されるのが終わってるけど。それよりひどいのは打撃系の肉質だ。切断に比べて軒並み硬くされてるよ。弱点である前足と撥水口、これらは5ずつ硬くなっておりますね。そして、それ以上にまずいのが胴体の効果。これによってなんと青ゲージで弾かれます。で、持たされてる武器は青ゲージだよ。狙いを定めないと弾かれまくるぜ。後ろ足や尻尾を正確に狙えればいいんだけど、意図せず吸われることも多いからな。ガララはとにかくじっとしてる時間が短いです。ちょこちょこ体勢を変えてきますね。これ、狙いが定めづらくなるだけでなく、いちいち削りが発生するのがかなり面倒です。ほんと、あらゆる行動に攻撃判定があるんだよな。巨体だから判定もバカでかいし。純粋に体力的に痛いのももちろん、ハンマーのためを解除されるのが超絶鬱陶しいよ。弾かれを回避するために試したいで行きたいんですが、それを許してくれないんですよね。耳栓も距離もないからシンプルに攻撃食らいやすいし、だいぶストレスフルなクエストになります。対策としては、ダメ攻撃を早めに打つことかな。相手の削り行動に重ねるイメージだ。ダメ攻撃中は SE がつくから、無様に尻餅つかされるのだけは回避可能だ。それでも完全には防げませんがね。攻撃が当たらなければ意味ありませんし、前のめりに行っても反撃もらうだけなので、基本はカウンター気味に動くのでいいと思います。タイムを狙うべきではないからね。クリア最優先で考えるべきだろう。そしてノリも積極的に狙うよ。ザボアと同じだね。固定ダメージに加えて数秒間のチャンスタイム、基礎体力が低い闘技場では役立ちます。乗る前に水やられは解除しておきましょうね。スタミナの回復がかなり遅くなります。水ブレスもまあ厄介な攻撃だからね。多少の被弾は覚悟しないとな。ゲージ結構ギリギリだったな。失敗せんでよかった。しかし、ハンマーは成功度も気を使わないといけません。最大弱点の前足を殴りに行きますが、判定が小さくて周りを胴体に囲まれてるので、油断するとすぐ弾かれてしまいます。この小さい足が最大弱点ってのはどういう発想なんだ。設計段階から狙わせる気ねえじゃん。ハンマー縛りの攻略中にも思ったけど、なんでこいつの打撃肉質硬くしたんだろうな。硬い広角に衝撃でダメージを与えやすい。打撃ってそんなイメージあったんですけどね。ともかく、こんな調子で相手に付き合うしかありません。狙えそうなら尻尾の撥水口を殴りましょう。緑ゲージだと全然手応えないけどな。距離を離された時にでも研いでおこうね。11分ほど経ってクリアできた。ギリギリだけど A ランクに届いたな。ハンマー、可もなく不可もなく、でしたね。このクエの基準となるものだと思います。とはいえストレスフルな狩猟でした。打撃だからといって疲れやすくもならないし。このタイムだと疲労はなって1回だね。しかもだいぶ後半だ。これで5分の1終了か。まだまだ先は長いな。感触はなんとなくつかめましたので、次の武器種行きましょう。2つ目の武器は双剣です。装備は非属性のサラマンダーですね。この訓練で唯一の非属性近接だ。しかもスキルで巧みと弱徳がついてる。見てわかる通り一番優遇されてる。ガララの撥水口に対してかなり強い構成だ。撥水口は物理45、火がなんと35も通ります。非属性双剣が極めて相性いい部位ですね。根本的な肉質も切断有利なので、ハンマーの100倍楽だと思います。先方は基準ゲージを貯めて突進連山するだけ。属性に弱いモンスはほぼこれで解決するな。双剣は SE が豊富なのも嬉しいところだ。尻餅つくことなく攻められるぞ。スタミナの管理だけは気をつけたいですね。水ブレスはかなり食らいたくありません。が、ネックなのはそのくらいなので、面白いようにひるませ続けることができるでしょう。なんでハンマーに非属性をつけてあげなかったんだ。マジで拷問だったぞ。
開始直後だけどもうやりやすさが団地。匠付きで白身が出るのも素晴らしいな。これは多分、ソロを意識したんですかね。ここまでまともなスキルも珍しいです。ガララは他に笛が候補であるんですが、その戦律も双剣を生かすような形になってます。でも正直、双剣2のペアが一番早そうだけどね。そこら辺どうなんだろう。で、双剣もノリを狙おうとしてるんだが、これはいらなかったね。武器が強いんで、普通に殴った方がいいですね。リーチが短くて蓄積も取りづらいし。というより、効率だけ見れば他武器でもノリは不要ですが、最適解を出し続けるのが難しいので乗ってるとこあります。慣れや相性によって左右されるからね。多くの武器は乗った方が攻略が楽になる。タイムを狙うなら強い武器だけに絞ればいいしね。一つはそれ用の武器が用意されてるはずだ。ガララ双剣ほど分かりやすいのは珍しいかもですが、見て明らかに性能抜けてるのありますからね。あ、ようやくここで青毛に落ちましたね。青でも頭以外には弾かれないはず。サラマンダー、何気に切れ味優秀だよな。G 級の初期強化だけど白40の出てくれる。さすがに緑まで行ったら研がないといけないけど、マジで隙がないぜ。G2 で最終強化できるんですよね。本編の攻略にも使える優秀な系列です。さて、5分割に突入しました。ずっと安定して立ち回れています。ちょっと困ったのがこの支給用オータルだ。なぜか双剣だけ爆弾支給されてんだよな。ボマーがあるから有効なダメージソースになりそうだけど、どこで設置したもんかな。ショータルガールンで流れて当てられそうですけどね。プレイ中はノリダウンで爆破させようと考えてました。ガララ討伐は大体力の爪が配られてますが、その代わりということなんでしょうか。全体見渡すとコンセプトがよくわからん系だよな。罠が使える武器との組み合わせとか想定してんのかな。さて、あとどんくらいで終わるかな。S ランクはもう過ぎてるはずだが。冬季大会は A ランクの基準はかなり緩いです。報酬を考慮してのものでしょう。しかし S ランクはしっかり厳しいライン。ソロだとちゃんと練習が必要になってきます。それもクエストによって難易あるけどね。このガララ双剣は相当優しい部類と見える。いずれ G 級闘技のソロ S 制覇もやりたいな。ピアス取得前から気が早いが。いつまで闘技場のモチベ続くかわかりませんしね。今やらないと一生着手しなさそう。別に PS を売りにするつもりは全くありませんが、目標があるとやる気出ますからね。そうね、単純に気分いいだろうし。よーし、終わった。タイムは6分19秒だったぞ。S まであと40秒ってところですか。ハンマーに比べるとマージで楽勝でしたね。爆弾を当てつつもうちょい正確に撥水庫を狙えれば、数回やれば S ランクいけると思います。まさかガララーシュの訓練でこんな穴があるなんて、ありがとうサラマンダー。おし、3武器種目、折り返しだな。ここからはサクサクお届けしていこう。めちゃくちゃ特徴的な武器種はありませんからね。クエスト自体の内容も変わらないし。で、続いては笛なんですが、ハンマーでお話しした通り、打撃肉質が終わってます。しかも装備も弱いんだよなこれ。ガララーシュって雷は多少通りがいいんだけど、火力スキルがなくて攻撃の戦率も吹けない。唯一属性強化が吹けるが、合ってないようなもんだよ。双剣とペア組めばいきそうな気もしますが、笛単体の火力が足りなすぎるんですよね。唯一の強みは自己強化による弾かれ無効。ストレスはハンマーより少ないかも。もともと弾かれ無効の攻撃手段もあるしね。攻撃して隙を晒すことにはなりづらい。ただね、笛は単体だと攻撃性能が低すぎる。モーションが遅すぎてガララに当たんねえよ。これはもう 4G の狩猟笛が抱える根本的な問題ですね。モーション値パーセカンドもかなり低いと思われます。効率がいいとされる後方攻撃もモーション値は45。冷静に考えて全然強力じゃないです。ハンマーの縦振り一発目と大体同じ威力か。しかも当てんのむずいんだよなこれ。前方に判定を強く出すなら叩きつけだが、これはこれでめちゃくちゃ好きでかいし。手数を出すために他の攻撃を入れようにも、特段強いモーションもありませんしね。そして忘れた頃にやってくる自己強化切れ。これは笛に慣れてないだけですけど。ちょいちょい演奏攻撃も入れないとダメそうだな。笛吹き名人あってもめちゃくちゃ長くは持たないね。合計の笛も何回担いだことあるかなってレベルだ。マルチ時代、テオに担いだことはあったけど。他のメンバーが強力なら攻撃戦率は輝きますが、正直自分の強武器持って殴った方が強かったですね。狩猟笛も最近はだいぶ手こ入れされてますけど、昔の作品は単体だと厳しかったですね。もともとが戦率を押し出した武器種だからね。単体でも強かったらマルチに笛必須になっちゃうし。とはいえ、ソロゲーとなった今の 4G では、かなり厳しい武器なのは間違いないな。コンセプトはおもろいんですが、4G で輝く笛を見たかったです。その後、たっぷり時間をかけて討伐完了。終始絵面が変わらない地味な狩猟でした。難しくはないけど全然倒れない。
ただダラダラとしたゲームだったな。冒頭にも言ったが、なんでわざわざ打撃武器があるんだよ。悪意ありすぎだろこれ。ますます何のための施設なのかわからなくなってきます。双剣の2倍以上かかりましたよ。ここで B ランクが挟まりました。そこまで絶望的なタイムではないものの。1頭に15分かかるとな。しかも相手はガララーシュっていう。まあええや、次はチャークだ。強武器だぜ。ただこれはこれで問題を抱えてまして、装備がものすごく低スペックなんですよね。なんと武器はジョン・イレギオス武器の1段階目。他の武器種は G 級武器なんですけど。スキルは集中と装填数アップだけが有効。兆候を撃てっていうコンセプト自体は正しいな。ただ、いくらなんでも武器が弱すぎる。回の方で良かったろうよ。この装備、防具固有のスキルが死んでます。装填数ためたんの最強女王だけで賄ってますよ。狩猟笛のフルリのプロといい、なんでこうも適当なんでしょうか。ま、一つ一つ設定すんのもだるそうだしね。基本はチート5隻で調整する方針なんだろうな。そして、技物の砥石拘束もないレギオスチャーク。切れ味の維持は絶対にできなくなってるよ。この訓練では黄色まで使い切っていいと思います。つまり撥水口くらいしか殴れませんね。基本は剣モードしか許されません。上皇の指導も含めてです。下手に変形抜刀とかすると弾かれるだけだね。一発撥水口に当たったところで美味しくないしな。必要以上に武器が弱いから、どうせいいタイムは狙えん。これも忍耐力で乗り切る武器種だな。せめて心眼か幸運でもあれば、もうちょいストレスは感じなかったんですが。一応増弾はあるので、上質フルヒットなだめばそれなり、集中の恩恵も感じなくはありません。リンが1本増えるだけで何割かダメージ上がるからね。弱いスキルでは全くない。というか、この企画の目的であるスキルだ。どちらかといえば増費が欲しくてやってる。剣聖もたまにシミュで出てきたりするんですけど、心眼がつく優秀な防具って多いですからね。それで言うと装填数アップも言うほど使わないですが、強族整備で遊びたいときは必須です。強族は榴弾の気にならないほど便数が大事だからね。調質をしつける以上の効率ないし。あとはゲル系でもっと活かせればな。いくつか企画にできるんだが。有効なのはカニとバサルくらいですもんね。極限連中は絶対担げないし。有効な相手の単体だと報酬がまずいので、ほぼ動画のためだけ肉へ用意する形になります。そのためだけにザザミアシ単体を140まで育成。どうしても優先度は下がるよね。にしてもしんどいクエストだな。もともと榴弾との相性悪いよなこいつ。巨体だから瓶こそ当たりやすいですが、そうそう調質なんて1000発食らってくれませんもんね。火の強属性で撥水口をちょこちょこ殴る方が強そう。調質も当たらなくはないですし。方向を普通にガードできるのは偉いけど、それだけだな。さあ、何度目かの調質だ。疲労中だから普通に当たってくれる。その後ちょい削りでフィニッシュしました。タイムは10分半ですね。こんな装備でハンマーより速いタイム、肉質の重要さがわかります。ハンマーは武器倍率260だったからね。武器種の差も感じるな。せっかくチャーク持ってるのに衣装のせいで台無し。なんでレギチャークでやらせんだよ。ともあれこれで5分の4が終了です。最後の武器、頑張りましょう。よし、いよいよ最後の武器種だ。ガンナーは弓だな。冬季大会の弓もまあ、厳しいのが多い印象です。ダメ攻撃との相性次第になりますね。ガララで選択されるのはギンレウスの武器でした。火がついてるのはいいですね。スキルは弱特に集中に、非属性強化1か。通常強化はレベル1だから、ないも同然なのが残念。だけど見た目は強そうな構成してるね。この武器って強いのかな。レベル3の貫通4号車がそれなりに強そうです。ガララの胴は長いし、火もよく通ります。やはり気になるのはスタミナ関連ですね。スキルもアイテムも補助するものが一切ありません。ここで我々の連動不足が響きそうだな。弓はガンナー中で圧倒的に一番下手だわ。ライトよりさらに使えないって相当だぞ。設定がわからなくて照準すら怪しい。簡易照準とはまた別なんですよね。なぜかものすごく視点移動が速くなってました。そもそもどこをどう狙えばいいかわかりません。胴は火こそ通りますが、物理18なんですよね。天使に比べて後ろ足がかなり柔らかいね。なんと打撃の2倍くらい通るぞ。なんだけど、貫通だとろくに狙えなさそうだよな。撥水口から通したいは無理そうだ。まず方形列の貫通弓ってかなり弱いんですよね。モーション値が死ぬほど低かったはず。装備の見た目こそ強力そうなんですが、厳しそうですねこれ。モーション値も加味して通常価格3のが良さそうよね。貫通打つならもっと特性値が欲しかった。せめてタミにも貫通だったらな。もうちょい柔軟にいけそうなんだが。ヒュペリオンはタミ4も貫通4なんですよね。タミ3と4で同タイプになるのは素晴らしい。ただ、装填数アップもスタミナ補助もないこの訓練だと、ただ使いづらいタイプになっちゃってます。
これが闘技大会で弓が微妙な理由だよな。このクエはまだマシな部類だろうけど。残念だけどこのクエで一番根性枠かも。個人的にはクエのが万倍マシだわ。PS があまりにも不足してんのは置いといて、水ブレスなどのストレスも半端ないですね。もちろん方向も削りもそのまんま食らうので、防御力の低さも響いてます。最後の武器だからまだなんとか頑張れてる感じ。気合で乗り切るぞ。あ、そうそう、弓だけ落とし穴を所持してんだよな。これはありがたく使わせてもらおう。これは双剣のいい補助になり得そうですね。少なくとも攻撃アップが吹けない笛より役立ちそう。弓単体でもある程度活用はできます。先ほど言った撥水口から足を狙う通し方ができますね。怠慢ではまずできない狙い方だからね。ノリと合わせて相手を拘束していこう。しかしとにかくスタミナがきつい。競争がないと話にならんなこの武器は。攻撃回数にダイレクトに響きますからね。この時代はスタミナ武器に競争はデフォ。最近は競争が弱くなったり、体術にシフトしたりしてますが、スタミナをまず強化するのは変わってません。この先もずっとこの傾向なのかな。気になるところだ。で、その後の戦闘は苦しかったね。ひたすら動きを制限された中で頑張った。落とし穴に乗りダウンに強撃まで使い切りまして、ガチンコ勝負のターンですね。方向やら削りやらでいちいち足を止められて、とにかくストレスがすんごいです。やられ中はスタミナの回復がたまるってのがね、テンポの悪さに繋がってたな。さらに道中で今企画初のオツをかましたよ。これについては何とも思えなかったけどな。あと7オツまでできるわけですからね。クリアに響きづらいのはありがたいです。ただし飛躍で上げた体力は戻ってこず、管理するものがさらに増えることになりました。まったく、なんでガンナーまで使わねばならんのだ。そういう施設なのはわかるけどよ。双剣で6分ちょい出してんだぞこっちは。弓使わなくてもクリア認定でいいだろ。ガララーシュとの5連戦でもう疲労困憊。最後にガンナーを残すのは間違いだったでしょうか。と思ったらここで相手も疲労してますね。どちらも満身創痍のようです。ここやられも直さずに攻撃してる。正常な判断力が失われてるな。でもさすがにそれも打ち止め。たっぷり時間をかけてガララーシュ、全武器制覇だ。18分近くかかりましたね。火力不足の笛よりさらに一段遅いです。我々が弓の扱い下手すぎるのを除くと、この訓練の弓はどの辺の立ち位置なんでしょうね。そこは考えても仕方ないと思うけどね。明らかに双剣が抜けてるからな。じゃ、相変わらずしょっぽい報酬をもらって、まとめに入るとするか。はい、ということでガララーシュの攻略が完了しました。タイムはこんな感じ。感覚のまま、双剣だけ圧倒的に早く終わりました。まあ、武器とスキルが噛み合ってればこうなりますよね。それ以外の武器種はひどいのが多かったな。打撃が2種入ってんのが最高にアホ。だけどクエスト自体の難度は思ったより低かったかも。あのガララーシュだからヤバそうと思ってたが。火力が抑えめなのがかなり助かりましたね。G1 のキークエタとそこが一番ネックなんで。これで3分の1が終了しました。次終われば折り返しですね。とはいえやばいのは後半にまとまってるからな。次の次あたりから難度は跳ね上がっていくだろう。やると決めた以上は最後まで走り抜く。やりやすい武器種が揃うことを祈って。もう運命は決まってますけど、引き続き頑張りましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。